こちらでは、酪農で働く女性、カナの恋愛を描いた短編小説を朗読します。お楽しみいただけたら幸いです。それでは、朗読を始めます。タイトル、照れ笑いのチーズ日和。愛知県、阿久井町の秋の朝。牧場には、牛たちの穏やかな鳴き声と青草の匂いが満ち、冷たい朝の空気が頬を撫でる。上原かなは長靴を履き、牛舎を回る。乳牛の体調を確かめ、搾乳機を取り付けると、真っ白な牛乳がタンクに流れ込む。毎日同じようでいて、同じ一日なんてない。気温や湿度で牛乳の風味は少しずつ変わる。その精細な変化に五感を研ぎ澄ませながら、カナは今日も息をついた。3年前から始めたチーズ作り。けれど、販路を広げるのは簡単ではなかった。インターネットや SNS で広報をするも、大きな成果にはなかなか結びつかなかった。そんなカナのもとに、ある日、一人の男性がやってきた。こんにちは。僕、この町でカフェをやっている牛島と言います。日焼けした頬に柔らかな笑みを浮かべ、まっすぐな眼差しをこちらに向けて、彼は話を続ける。こちらのチーズを直接分けていただけませんか？突然の申し出に、カナは思わず驚いて眉を上げる。直接ですか？はい、うちの店でパスタに使いたいんです。市販のチーズじゃ出せない味を、地元の素材でお客さんに届けたいと思って。カナの胸がじんわりと熱を帯びる。自分のチーズを地元の素材と求めてくれる人に出会えるなんて思ってもいなかった。それから牛島は毎週のように牧場へやってきた。試作した料理の感想を持ってきては、カナと意見を交わす。この前のチーズ、トマトソースに合わせたら酸味がぐっと引き立ちました。本当ですか？でも、ちょっと塩気が強すぎませんでした？いや、それがいいんです。ソースの方の味を控えれば、チーズの味が引き立ちますし、ワインにも合わせやすいですし。真剣なやりとりをしながらも、会話はどこか和やかで、毎回充実していた。最初は取引先の一人だと思っていたのに、気づけば、彼が来る日を数えて待つようになっていた。ある日の午後、牛島がぽつりと言った。もしよかったら、牧場の仕事、体験させてもらえませんか？意外な言葉に、カナは目を瞬かせる。本当に、大変ですよ。わかってます。でも、チーズのことを語るなら、作り手の世界を少しは知っておきたいんです。数日後、厩舎で藁を運ぶ牛島の姿は、不器用そのものだった。汗でシャツが背中に張り付き、息を弾ませながら、それでも笑みを絶やさない。やっぱり大変ですね。でしょう。でも、その分、牛乳を絞った時の安心感と達成感は違うんです。自分の言葉に、牛島が素直にうなずいてくれる。その瞬間、カナの胸に温かいものが広まった。なんだか、私の仕事のこともそうだけど、私自身を認めてくれているみたい。ある日、カナは牛島に誘われて、彼のカフェを訪れた。小さな木造の扉をくぐると、温かなコーヒーの香りに包まれる。今日は特別に、カナさんのチーズを使ったパスタを試食していただきます。カウンター越しに彼が笑顔を向ける。カナが席に座ると、ふと牛島が店内に向かって声を上げた。皆さん、この方が今日のパスタに使っているチーズの生産者さんです。店にいた常連客が一斉に視線を向け、わーっと歓声を上げる。このチーズ、すごく風味が豊かで美味しいです。酪農のお仕事って、やっぱり大変なんですか？常連客たちの視線と質問が一気にカナに向かう。ちょっと。カナは慣れない注目に頬を真っ赤に染め、うつむいてしまう。牛の世話や搾乳なら慣れているが、人前で注目されるのは本当に苦手だった。そんな彼女の姿を見て、牛島は目尻を柔らかく下げた。そしてカナの耳元に顔を近づけ、小声で囁いた。カナさんの照れてるとこ、かわいいですね。もう、牛島さん。耳元で褒め言葉を囁かれ、カナの心臓は大きく跳ねた。常連客とのやりとりにも少しずつ慣れ、会話も続いてゆく。こんな近くにチーズを作ってる人がいたなんて知りませんでした。どこかに製品の直売所とかあるんですか？客の声に、
カナは小さく会釈しながら答える。視線が熱くて落ち着かない。それでも、牛島が横で誇らしげに笑っているのを見て、胸の奥がくすぐったくなった。やがてパスタが運ばれてきた。美しく上品に盛り付けられた姿、自分が生産したチーズが商品に生まれ変わっている姿に胸がこみ上げる。綺麗。こんなに丁寧に仕上げてくれて、なんだか嬉しい。カナがパスタを口に運ぶ。熟成の旨味がソースに溶け込み、自分でも驚くほど深い味わいになっていた。すごい。私のチーズ、こんな味になるんですね。ねえ。カナさんの作るものだからこそ、出せる味です。牛島の言葉に視線を合わせると、心臓が跳ねる。逃げたいのに、どうしても目が離せなかった。これからも、こうやって地元の味を一緒に育てていけたら嬉しいです。はい。その返事は、自然と口からこぼれていた。帰り道、夕焼けに染まるアグイの空を見上げる。胸の奥が、温かな予感で満たされていた。牧場に到着すると、牛島からメッセージが届いていた。今日は僕のカフェに来てくれてありがとうございました。生産者であるカナさんに、お客様に提供している商品の味をちゃんと味わってほしくて。メッセージを確認し、お礼の返信を打っている時だった。追伸と書かれたメッセージが届く。それから、これは直接仕事とは関係ないんですけど、カナさんってお休みとか空いている曜日や時間ってあります？これってどういう意味？自分の仕事を認めて地図を使ってくれる牛島。一緒に過ごす時間、話す時間は楽しい。大切な仕事のパートナーとしてこれからも良い関係でいたい。そんな感情を持つだけで幸福感に満たされるのに、突然届いた予想外のメッセージ。カナはスマホの画面を見て、頬がまた熱くなる。胸の奥で、まだ名前の付けられない何かが芽吹いていくような気がした。女性酪農家の上原かなさんが主人公の短編小説「照れ笑いのチーズ日和」をお聞きいただきました。いかがでしたでしょうか。本当に心温まるお話でしたね。牧場の情景が目に浮かぶようでした。特に主人公かなさんの繊細な心の動きが丁寧に描かれていて、思わず応援したくなりました。そうですね。上原かなさん、29歳の酪農家さん。ロッククライミングが好きという意外な一面もお持ちですが、普段は牛たちと向き合う真面目な方で、特にチーズ作りには並々ならぬ情熱を注いでいらっしゃいます。しかし丹精込めて作ったチーズの販路拡大には苦労していたという状況から物語は始まります。そんな彼女のもとに現れたのがカフェを営む牛島さんでした。彼の登場がかなさんの日常に大きな変化をもたらすきっかけになります。牛島さんのアプローチは実に率直でしたね。いきなりこちらのチーズを直接分けていただけませんかと、市販のものではなくかなさんのチーズを地元の素材として求めるところがポイントです。まさしく自分の仕事、そして自分自身の価値を認めてくれる人との出会いは自己肯定感を大きく高めますよね。かなさんの胸がじんわりと熱を帯びたという表現がその心の震えをよく表しています。恋愛心理学的に見ても、人は自分の情熱や努力を理解し尊重してくれる相手に強く惹かれる傾向があります。そして牛島さんはそれから毎週のように牧場を訪れ、試作した料理の感想を持ってきてはかなさんと意見を交わします。この真剣なやり取りをしながらも会話はどこか和やかという描写が、2人の関係が単なる取引先を超えて信頼関係を築いている様子を伝えてくれます。そうですね。次第にかなさんは牛島さんが来る日を数えて待つようになっていきます。これはもう仕事上のパートナーシップというよりも個人的な感情が芽生え始めているサインですね。彼の存在が彼女の日常に彩りを与え始めている。はい。そしてさらに印象的だったのが、牛島さんが牧場の仕事を体験させていただけませんかと申し出たシーンです。これは単にチーズを仕入れるだけでなく、作り手の世界を知りたいという彼の真摯な姿勢を表しています。不器用ながらも藁を運ぶ姿を見て、かなさんは
私の仕事のこともそうだけど、私自身を認めてくれているみたいだと感じます。この私自身を認めてくれているという感覚は恋愛において非常に重要です。仕事を通じた人間性の肯定は相手に対する深い安心感と信頼感を育む土台をなります。物理的な手助けもさることながら、精神的な共感がかなさんの心を大きく開かせたと言えるでしょう。その後、かなさんは牛島さんのカフェを訪れます。そこで自分の作ったチーズが美しく盛り付けられたパスタとして提供されているのを目にして、こんなに丁寧に仕上げてくれてなんだか嬉しいと感激します。自分の生み出したものが別の形で輝いているのを見る喜びですね。そしてカフェの常連客から注目を浴びて、慣れない状況に頬をあからまぜうつむいてしまうかなさん。人前が苦手な彼女に対して牛島さんが耳元でかなさんの照れてるとこかわいいですねとささやくシーンは、恋愛感情が一気に高まる瞬間だったのではないでしょうか。もう牛島さんというかなさんの心の声と心臓が大きく跳ねたという描写は、これは相手が自分の弱さや恥ずかしさも肯定的に受け止めてくれた時に生じる特別な感情ですよね。単なる褒め言葉ではなく、2人の間に流れる親密な空気がこの言葉の重みを増しています。まさに。そして牛島さんがこれからもこうやって地元の味を一緒に育てていけたら嬉しいですと語りかけると、かなさんははいと自然と返事をします。これは単なるビジネスパートナーとしての承諾ではなく、未来を共に築いていきたいという潜在的な願望の表れだと感じます。物語の締めくくりは牛島さんからのメッセージでした。感謝の言葉の後に届いた追伸。仕事とは関係ないんですけど、かなさんってお休みとか空いている曜日や時間ってあります？という一文にかなさんの心臓が大きく跳ね、頬を熱くします。この追伸は関係性を一歩進めたいという牛島さんの明確な意思表示でありながら、相手に委ねる配慮も感じられるメッセージですね。かなさんがまだ名前の付けられない何かが芽吹いていくような気がしたと感じるように、2人の関係が新たなフェーズに入ったことを示唆しています。今回の短編小説照れ笑いのチーズ日和、仕事への情熱と人との出会いに身に芽生える温かい感情がとても丁寧に描かれた素敵な物語でした。自己開示と受容、そして共感がゆっくりと関係を深めていくプロセスを教えてくれますね。はい、仕事を通じて相手を理解し尊重することで、人は安心して心を開き、より深い関係へと進んでいける、そんな恋愛心理の基本が詰まった一編だったと思います。今夜は女性酪農家かなさんの短編小説照れ笑いのチーズ日和を読み解きました。お聞きいただきありがとうございます。最後まで聞いていただきありがとうございます。かなのプロフィールはこちらです。趣味はロッククライミング、29歳の酪農家です。彼女のイラストギャラリー動画を YouTube で配信しています。またイラストデータをグッズサイトすずりで配信しています。ぜひ概要欄のリンクからお越しください。こちらでも楽しんでいただけたら嬉しいです。最後にこの動画にもいいねやフォローをして応援してもらえたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。